2回でこれで9000ぐらいですね。大体人にインパクトを与え、人と同じものはもう作らない、ないものを作るということは僕らの世界ではなかなかなんで、って言ってくれるのが快感っていうか空気はやっぱり飛んでる姿が一番美しいんですけど、やはり僕はエンジンが見えてるっていうのが実は一番美しいかと、生と動を感じるっていうんですかね、そういうものになります。静岡ホビーショー、7万人もの模型ファンが集う年に一度のビッグイベントです。プラモデラーたちが自慢の作品を展示するこの日、今回紹介する秘密基地の主もここにいると聞き、探しているといました。中村菊夫さん。25、6年通ってます。なんとか元気で来れるうちは参加したいなと飛行機プラモデル歴50年以上、マニアの間ではちょっとした有名人のようです。航空機産業の町として知られる岐阜県各務原市。はいはい、中村さんに秘密基地を案内してもらいました。はい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 、この建物全部です。全部ってちょっと大きすぎやしません？以前は住居兼仕事場だったんですけど、今はもう僕の趣味全開のスペースになってます。5年前に引退した中村さん、今はここで悠々自適の毎日を過ごしているんだとか。中には飛行機プラモデルの箱がたくさん。だいたいこの部屋だけでだいたい1000個ぐらいありまして、まるで模型屋さんのよう。中にはこんな珍しいものも。昔はね、箱ではなくこういう袋入りだったんです。こういう、これはもう本当昔初期の頃な。中村さんが子供の頃、プラモデルはこうした形で売られたそうです。最初に買ったのが小学校5年生、よく覚えてる将来は自衛隊の戦闘機のパイロットになりたいというのが夢だったんですさらに2階に行くと、これまたすごいコレクション。一体どれくらいの数があるのでしょうか。2階でこれで全部でだいたい1万が切れば9000ぐらいですね。だいたい9000ってなぜこんなにも集めちゃったんですか？頭の中はずっとその小学校5年生の頭なんですよ。だから見た時に買って手に入れたい、最初だいたい30代40代までは全部作ってまう気でおったんですけど、だんだん年を重ねてくるとなかなかこれは無理だなとようやく自分で今頃気がついとってあかんのやけど。大きな子供の秘密基地。さらに3階へ上がると、ここにも飛行機プラモデルを中心に、秘密基地の中にはなんと合計1万5000個のプラモデルがあったんです。ところがそれで半分なんです。あと倍、だいたい1万5000個ぐらいは別のとこへまだ段ボールに入ったままストックしてあります4、5回生まれ変わっても作りきれないと笑う中村さん。もちろん生きている限りプラモデルを作り続けます。こだわりは
飛行機の美しさを細部まで表現すること。そこにはこんな思いが。人にインパクトを与え、人と同じものはもう作らないと。例えば翼が折りたたまれたこの飛行機。もともとのキットは全然折れてないんで、だから自分で切って、主に好きなのは艦載機って言って航空母艦に積まれている飛行機が好きなんです。特にこの翼の折りたたんだとこを見ていただくと、こういう工作も結構好きなもんで、やっぱりマニアの人はこういうとこを見ますから、あ、いいですねって言ってくれると、お、やったなと思って、これ両方作らなんで結構めんどくさいんやけどね。航空母艦に乗せる戦闘機は翼を畳むタイプが多いんですが、キットのまま作ったらこのような形に。しかしそこに改良を加え、世界でたった一つの作品に仕上げるのが中村さんのやり方。折りたたまれた翼から見える細かい部品、ここにマニアが注目します。こちらソビエト連邦が開発した戦闘機ミグ15。オリジナルで作ったこのエンジン、リアルに作るため中村さんはこんな苦労を。実物を見ないとわからないってことはあるんですよ。だからこれはこの飛行機のここをやりたいがために中国まで行って、で納得して帰ってくる。輸送機アブロヨークはおよそ1年をかけ製作。長く時間がかかったその訳は。既製品でプラモデルではないんです、これ。で全部じゃないですけど、翼一部とあるいは他のプラモデルから持ってきたんですけど、胴体は全部自分で作ったんです。昔から好きやったんですけど、なかなかキットが出てこないもんで、そのくらいならもう自分で作ろうと思って、だから仕事辞めてこれをすぐ作ったんです。もう作りかけはもういっぱいあったんですけど、挫折しとったんですけど、やっぱりないものを作るということは僕らの世界ではなかなかなんですよ。仲間内はマニアですからみんな知っとるわけなんです。だからこれがないということはみんな知っとるで、どうしたの中村さんこれって言って、どうしたのこれ中村さんって、いや作ったんだよって言って、って言ってくれるのが快感っていうか、そんな中村さんが今作っているのが、戦時中地元各務原で作られた3式戦闘機飛燕。でも中村さんのこと、当然普通のものじゃ満足しないんですよね。飛燕の1型の発展型の2型という飛行機を作りたいと思います。やはりそうでしたか。飛燕2型とは1型からエンジンを改良した航続機。しかし戦中の厳しい情勢からエンジンを搭載したものはわずか90機ほどしか作られず、幻の戦闘機と呼ばれているんです。世の中にある飛燕2型のプラモデルは48分の1スケールと72分の1スケールしかありません。そこで32分の1スケールの飛燕1型をベースに2型を作ることにしたんです。本物が作られた数が少ないこともありまして、今までにメーカーさんは作ったことないもんで、だからないものを作りたいという、32分の1の飛燕の2型というのはありませんので、ぜひそれに挑戦したいと思います。制作の工程は主にこの4つ。最初に作ったのは胴体の中入っちゃいますので、さっき操縦席を作るのは最初です。もともとのプラモデルの部品にいろんなものを自分で作って足して、
足のフットバーのベルト、それからメーターなんかも自分で作りました。さらにシートベルトを製作。材料は釣りなどで使う板鉛という素材。そこに彩色などを施します。こだわっているのは自然なたるんだ感じに、やっぱりリアルに見せたいという気持ちが強いもので、雰囲気を出したいというのはやっぱりシートベルトは結構効果的なもので、目立たない操縦席にもこのこだわりを。胴体部分に取り掛かりました。その図面は1型と2型の違いを確認しています。図面と合わせて一番わかりやすいもので、中村さんが作りたいのは32分の1スケールの比叡2型。そこで市販されている48分の1スケールの図面を拡大コピーし、1型の胴体とすり合わせていたんです。垂直尾翼が大きくなって、この線の違いがわかると思いますけど、図面の線に合わせて作らないとエンジンがこのくらい違うんです。2型になるとこんだけ伸びちゃうもんで、やっぱり相当違いますね。こんだけ違うとは思ってなかったけど、バッサリ切っちゃいます。なぜ？はい、切りました。なるほど。切った胴体は中央部分だけ図面にぴったり。でも先端部分はどうするんでしょうか。中村さんは木を削り始めました。続いて持ってきたのはガスコンロ。はい、ガスコンロをセッティングします。はい、はい、そしてプラスチックの板を熱していきます。よし。はい、こういうふうに絞ります。実は図面から起こした木型にプラスチックを押し当て、足りないパーツを作っていたんです。これはね、失敗なんですごめんなさい。熱の加減がなかなか難しいようです。思い通りの形になるまで何度も挑戦。よし、今度はいいぞ。今度はいいな。はい、ようやく出来上がりました。そして切ったプラスチック板を紙やすりで削り微調整。果たしてサイズは合うのか。お見事、ぴったり。大きさが異なる1型と2型。垂直尾翼も大きくし、胴体の形が徐々に見えてきましたね。まだ2週間や1週間2週間はかかると思います。確かに細かい作業も多いし大変な作業も多いんですけど、完成した時にもう他には変え難い喜びがあると思います。翌日、中村さんのプラモデル仲間が訪れました。気になっていた存在なんでこれ1型の兵で、一番短いやつ。じゃあノーズとかがやっぱ長くなってるんですかね。全然エンジンがね、刃の40、刃40やったかな。ほんでスクラッチしなあかんもんで、
例の僕のこれヒートプレスしてそうです、ヒートプレスして型は中村さん自分で作った？はい型も作りました。さすが。僕はあまりこれやったことないですけど、こうやって何回目ぐらいで成功するんですか？何回も何回も10個ぐらい作ってでだいたい出来のいいの1番2番と売っててでそれをで1番のいいやつをまずくっつけて、でこういうのができるですごいな。すごいっすね。これもね32分の1だと例のマニアックな会話で盛り上がっているのは中村さんが所属するサークルのメンバーたち。こだわりの操縦席を見てすごいっすね。まあこれフットペダルってこんな風でしたっけ？きっと足のベルトは作りました。これ完成するとあんまり見えんかもしれない。そうや。すごいっすね。ね、見えないっすね。見えないね僕は作んないっすね。見えてるとこまでですね作っても。例会っていうのを開いてます。月に1回。でその例会にこうやって作った作品をみんなで見せ合って楽しむっていうのが毎月の楽しみです。仲間でありライバルでもある彼らをもっともっと驚かせたい。このぐらい伸びとるもんで、サークルの例会は2週間後。一体どんなものが完成するのでしょうか。まあ地味な作業ってやはり作業なんですけど、あれから1週間、中村さん、作品はどうなりました？前の時はまだくっつけた状態だったんですけど、境目が見えないようにパテとコンパウンドで修正しました。ちょっとそれに手間かかりました。飛燕1型をベースに作った2型の胴体、そこに翼をつけました。先端部分に目を移しても接合部分がまるで分かりません。さすがの仕上がり。ここから塗装作業。確か機体は銀色のはずですが、この上シルバーを上塗るんですけど、後ですごく光り方が違ってきます。はい。発色を良くするため黒で下塗りをするのが基本なんだとか。さらに機体の色合いを出すためにほんの少し濃いシルバーを。この違いわかります？まあ地味な作業ってやはり作業なんですけど、おや、今度はプラモデルについている凹凸の部分に黒い塗料を塗り始めました。実はこれビスなどの跡をより鮮明に見せる墨入れという技術。これにより立体感が生まれるんです。結構残る。作品を発表する日、中を覗くとサークルのメンバーたちが世代を超えてプラモデル談義に花を咲かせていました。あと黒の配線で全部みんなピンマス穴開けて、その中に中村さんの姿も。かかってまたラダーにかかっちゃった。ああ、そうかそうか。というようなこと。いよいよ新作のお披露目です。完成しました。すごい。完成しました。ちょうどこの間の機体ね。はい。いい色やね。
昔の日本機らしく艶を落としてやりました。でも継ぎ目がわからんというね。そうね、まだコロンとあった状態だとね。シルバーの出し方は本当にいい感じのシルバー落ち着いて。すごいですね。泣いちゃいすごいすごい。いや本当すごいわ。地元各務原で開発された幻の戦闘機飛燕2型。1型をベースに2型に必要なパーツはすべて自分で作りました。戦争末期、生産に苦労した時代背景を意識し、機体の色もわざと艶を落としています。制作期間およそ1ヶ月。この世に2つとない飛燕2型32分の1スケールです。その出来栄えに中村さんもこの表情。次はどう仲間を驚かせようか。頭の中はプラモデルのことでいっぱい。飛行機のプラモデル。いやー、成功にできていますね。と思ったら、あれれれ、これエンジンむき出しじゃないですか。他の飛行機プラモデルも、あれもこれも全部エンジンが丸見え。一体どういうこと？そうですね、飛行機はやっぱり飛んでる姿が一番美しい、飛んでる時の設計でしてありますが、それが一番美しいんですけど、やはり僕はこう回ってるというよりエンジンは出てるっていう方がやっぱり好きですね。エンジンは出てるのが好きというのが今回の秘密基地の主。永井聡さん。プラモデル歴は30年以上。飛行機のプラモデル、中でも飛行機のエンジンを作るのが好きなんです。整備中の飛行機を作ったのはエンジンを見せるため。細かな配管や配線までされています。見事ですね。そうですね、僕にとってはエンジンが見えてるっていうのが実は一番美しい形、生と動を感じるっていうんですかね、そういうものになります。永井さんが特に惹かれるのは、第二次世界大戦中に開発されたエンジン。ピストンを使ってプロペラを回すタイプのエンジンが好きなんだそうです。この当時1万メートルという高いところへ上がるためには空気が薄くなっちゃうもんですから、一生懸命こうやって上がってるんですよ。ゆっくり一生懸命って上がって、またこう下がろうとしてまたって上がっていくという、この何ですかね、頑張っとるなみたいな技術の精を集めてあるくせに面白いかなみたいな。そんな飛行機エンジンを愛する永井さん。今回写真集を参考に作品を作るそうです。これがドイツ機配線写真集っていうやつで、こういう史実ですよね、実際にあったこと
で今回選んだのは、戦争終わった後ですねに、アメリカが侵攻してきた時に撮った写真なんですけど、中央の2人はアメリカ兵、後ろに戦争に敗れたドイツの戦闘機が写っています。アメリカ兵に使われないよう翼を壊され、エンジンのカバーも剥がされています。飛行機はドイツの主力戦闘機メッサーシュミットの軽型。ベースはこのキットを使うんですが、キット自体の、この羽の部分ですね、これは全く使いません。もったいないですね確かに翼は取られてますからね。壊れた飛行機ってどうやって作るんでしょう。今回私の場合はエンジンを見せるためにやはり、ここの部分ですね、ここの部分は削らなきゃ、エンジン見せるためには大体ここを削るんですけど、エンジンをくっつける先頭部分はなんと切っちゃうんだそうです。ためらってると切れませんので。エンジンを組み込む部分と少し飛び出たところはカットしてプラスチックの板で補修します。胴体と後ろの部分を組み合わせ、いよいよ永井さんのエンジン作りが始まります。次はですね、こういうレジンの、キットを使いたいと思います。これはね、エンジンと操縦席をより一層リアルに見せるためのアフターパーツ、そういうものが販売されておりまして、海外メーカーから取り寄せた飛行機内部のメカ部分のキット。通常の飛行機プラモデルにはエンジンが入っていないため、永井さんは別売りのキットを組み合わせています。しかし今回作るメッサーシュミット軽型のためのエンジンは発売されていません。戦争末期に登場した軽型のエンジンは初期の G 型のエンジンをベースに改良されました。そこで今回永井さんは G 型のエンジンのキットを使って軽型のエンジンへと改造することに。今回そのエンジンを作るにあたって一番見せどころではありますし、手を抜けないところでもあります。いよいよメッサーシュミット軽型のエンジン作りが始まります。ベースになる G 型との一番の違いは馬力を上げる下級機。より速く飛ぶために軽型は大きな下級機を搭載するよう改良されました。永井さんもキットのこの部分を改造していきます。で、これからの、作業的にはこれをもっと大きくするために、パテというのを使って、大きくするような作業をします。エンジンのリアルさを追求する永井さん。下級機のディテールを表現するため導線を使ってこんなところまで再現。こんな感じで下級機は出来上がりました。続いて改造するのはエンジンを支えるエンジンマウントという部品。
下級機が大きくなった分だけ形も変わっています。はい、切れました。 G 型の部品をカットして新たにそこを補う部品を作ります。あらかじめ模型サイズに縮小したエンジンの図面、合わせてみると見事ぴったり。プロペラがついてるエンジンっていうのはこういう下級機だとかそういうのをたくさんつけてより一層スピードを上げてより一層やろうというその技術者の考え方っていうか、もうこの1個のエンジンをより良くするためにどうしよう、しかも早くそれを少しでも良くしようって考えてるその考え、何もないところが考えるっていうところがすごいなっていうのを思ってて、飛行機プラモデルを作りながらさまざまなエンジン開発に挑戦した技術者たちに思いを馳せる永井さん。うん、今までで一番いい出来がさあこれで胴体部分と合体かと思ったらまだまだ作り込むところがあるんだそう。本当にここからが一番見せ場かなとエンジンと胴体をつなぐこの部品がポイント。実際の飛行機ではここにはエンジンと操縦席をつなぐ配線や配管がたくさん通っています。永井さんはこの複雑な配線も再現しようとしているんです。エンジンっていうのは配線がたくさんありまして、その配線などを再現するということをするとさらにより本物に近づけるかなというところだと思っています。これは普通の導線というかなんですけども、ちょっと細いのとあとは少し太いのというのを用意するのと、あとは太さの違うものを自分なりに数本用意はします。用意したのは太さ 0.2 ミリから1.2 ミリまで種類の違う導線。これらを使い分けて電気の配線やオイルの配管などを再現していきます。複雑ですね。まずはこの3本から。プラグとプラグをつなぐ、オスとメスをつなぐところの太さは違うので、真鍮パイプ真ん中に穴が開いてるストローみたいなやつなんですけど、これで太さを変えるということもやる場合もあるので、金属の線に真鍮のパイプを残すことで太くなったプラグのつなぎ目を表現。見た目の再現には徹底的にこだわります。なぜこんなことかするかっていうと、かっこいい言い方すると自己満足。本音は人がすごいなって言ってもらえるのが嬉しいというところです。
これである程度の配線がほぼ、あとはエンジンをくっつけながら配線を増やします。配線が施された部品を胴体にくっつけます。エンジンと胴体を合体させる前に塗装をしておきます。このところがちょうどエンジンのマウントをつけるところなんですけど、ここにこういうのがあるんだなっていうのを見ながら塗装していくのも一つの面白みがあって好きですね。やはりエンジンは面白いですね。ようやくエンジンと胴体を合体させます。どうですか？いい感じです。エンジンを合体させたら配線をつなぎます。うわー、ごちゃごちゃしてますね。難しすぎます。かなり配線には気を使いました。どこから入ってるかだとか、どこから出てるか、あとオイル関係から冷却水まで、これが結構な、配線の量を使いましたので、かなりリアルなものになっていると思います。しかし、配線の一部が隠れて見えなくなってしまいました。あんなに苦労してつないだのに。ただやはり自己満足の世界というか、実際にはこうなってるというものを入れていくことによってどう感じる、性を感じるというんですかね、というところで、非常に満足できるものかなと思っております。エンジンむき出しの胴体部分に車輪をつけて、これでようやく完成ですか？実はまだこれ、完成じゃなくって、ここにプロペラがついてるので、プロペラをくっつけて、完成させるという形になります。ドライヤーで熱風を当てているのはプロペラですか？これよく見ると曲がってるんですね、プロペラが。やっぱりこの部分を、曲げて再現するように作りますね。これ見ると3本とも曲がり方が違うってことは、多分飛べないように兵士が自分で曲げたかその辺も気をつけて同じような角度にならないように、調整はしてみました。はい、完成です。戦争が終わり、エンジンむき出しで取り残されていた飛行機。
その機体は空に向かうのではなく地面に突き刺さるようです。こだわりのエンジンは普及している G 型のキットを K 型のものに改造。40本以上の配線と配管が施されています。別々に曲げられたプロペラ、壊された飛行機のドラマまで永井さんは再現しようとしています。多分分かる人は分かるんですけど、多分分かんない人は分かんないと思います。作りかけって言われる可能性は大ですね。私の中ではこれが完成品でございますので。この後人物が加わって写真の世界が再現されました。今回どんなイベントに来たのかと言いますとですね、実はその前にお手紙が届いているということで、今回岐阜コックピットでは全国空モデル UAMC 大会を開催することとなりました。以前大人の秘密基地でお世話になったものですと追伸で、それでは早速。すいません。こんにちは。こんにちは。お手紙をいただきました、中村紀子さんですかね。よろしくお願いします。山のように積まれているプラモデルのキットが一体何個お持ちなんですか？3万近くはあると思います。1ヶ月以上の時間をかけて作り上げたレスキューヘリコプターハスキー。車庫に山のようなプラモデルが、いつも奥さんに怒られてます。中村さんがいらっしゃったら、もう今回のロケ安心なので、いろいろとご案内いただきたいと思います。お願いします。はい、どうぞご案内しますので。ありがとうございます。中村さんの作品、とっても楽しみにしてきました。ありがとうございます。12機が僕の作品です。12機今回。はい、同じ飛行機なんですけど、ファントムという飛行機をだいたい3年の間に作りました。同じ機体なんですね。そうですね。基本は一緒なんです。でも型が全部違うんです。これはスケールはどれぐらい？32分の1と言いまして、プラモデルとしては大きい方です。はい、こんな感じで持つんですけど、はい、はい、こういう。いや、すごいな、これまた。下から見てもとっても細かい。32分の1作るってね、相当大変だから逆に3年でこんだけ作ってるのは相当そうなんですね。普通の人はもう1機か2機作ると嫌になると言いますけど、僕12作っちゃったもん。そうです。そうか、まだここだけじゃなくってね、あそこまである。奥まで。はい。やっぱり皆さんよくご存知なもんで特にここ自衛隊の基地がありまして、この本物をなぶって見える隊員さんも多いんですよ。この飛行機もずっと鏡原に前はおったもんで、だから詳しい方が大勢ここ、特に地域性ですけど鏡原というとこは多いんですよ。なるほど。で、中村さんここ違うよってそっか、実際にこの機体を見てらっしゃった詳しい方が、整備の方とかそういうの見えますので、そんな方が来ても、もう誇りを持って見ていただけるように。あんまり手は抜けんわね。今回特にご紹介したいものってありますか？そうですね。こちらが一番苦労したって言った方がいいかな。これはイギリスの海軍が使っていたアークロイヤルっていう
航空母艦で使われていたファントムなんですけど、はい、もうほとんど違うんですよ。見た目はパッと見は一緒ですけど、はい、胴体が膨らんだりで、ここの空気取り入れ口がすごく大きくなってるんですよ。でパッと見は分かりませんけど、これ 30% ぐらい空気取り入れ口が大きくなってる。理由はここの中のエンジンが違うんです。でエンジンが違うもんで空気がたくさん欲しいもんで、でここを広げて、で基本的になんでっていうと、イギリスが自分のところに都合のいい飛行機を欲しいもんで、エンジンを変えちゃったんですよ。普通のファントムのエンジンってちょっと改良を加えた。そうです、大改良です。でそういうところが魅力だし、逆に苦労なんですよ。特にここの前脚って言いますけど、はい、ここはうわー上がるんですよ。本当だ。他のものと比べるとちょっとね、クイッと上を向いてる。イギリスの空母独特の小さいんですよ。アメリカに空母に比べると小さいもんで、この向かい角で風を早く受けて、はい、短い距離で上がらないもんで、でこういう前足をわーっと伸ばして、はい、向かい角を大きくして一気に上がるという。そういう工夫の部分も、そうですね。だから細かいところいろいろ同じファントムでも違ってるもので、伸ばすっていうのはこれはもう自分でパーツを作り変えるってことですよね。全部作り変えてあります。全部プラスチック真鍮線っていうのと、それから真鍮パイプというのを組み合わせて、あとプラスチックの部品をつけて、もうでっち上げる、でっち上げるって言い方おかしいですけど変な言い方ですけど、はい、全部作り直してあります。だから一番これが1年ぐらいかかったかな。1年。はい。ちゃんとこのね、操縦する方もこれは本当に人が乗ってるみたい。離陸する前ですので、僕基本的にはパイロットを乗せない主義なんです。中を見ていただきたいもんで、はい、あまり乗せない主義です。これだけはそういうなんていうんですか、飛行機が飛び上がるシーンを切り取って、中村さんパイロットを乗せるの珍しいねって言われるんですけど、はい、いやこれだけは別ってこれはあえて私ちょっと気づいたんですけど、前に乗ってる方と後ろ乗ってる方の顔の角度がねちょっと違うんですよね。はい、これはどうしてですか？飛行機が飛び上がる前にはここに監督の指示する人がいて、はい、オフィサーと言いますけど、はい、その人がこうサインを出すんです。はい、このパイロットがエンジンブワーッと吹かして上がるんです。はい、監督さんっていうか、はい、オフィサーがサイン出さないと、でこっちの人はこっちのオフィサー見てるし、こっちの後ろの人もまた別の人を見てるんです。で2人同時に確認し合って、で極端なこと1,2,3,4人の人が一緒に安全でゴーサイン出すと一気に上がる。そういう本当こう飛び立つ瞬間のシチュエーションまでしっかり想像した上で作ってらっしゃる。すごい本当。自己満足の世界ですけどもうでもね、もうどこまでやるかやっぱり知ってる人は知ってるもんで、中村さんやったねって言ってその一言が欲しかったって思うわけですね。そうです、その通りです。じゃあどうぞこちらへ展示会場になってますのでどうぞお願いします。はい、うわ、もうすでにたくさん、すごい素敵な笑顔の方が出迎えてくださいました。はい、うちのクラブの永井さんって言いまして、音の秘密基地で活躍された方で、飛行機のプラモデルと思ったら、これエンジンむき出しじゃないですか。やはり僕はこう回ってるというよりエンジンは出てるっていう方がやっぱり好きですね。エンジンは出てるのが好きというのが今回の秘密基地の主、永井聡さん。飛行機のエンジンを作るのが好きなんです。
今回これ、一番初めに来た時に目立つようにということで上に看板を作ったようなものを作りました。で、48分の1という割と大きめの、目立つものをということで今回チョイスして、作りましたので、これ結構皆さん苦労されるもので買うんですけどなかなか完成しないというでももうこのイベントのためにそうですね作られたと。はい、いやもっとねこう永井さんの作品見てみたいなと思うんですけど、ありがとうございます。他にはい、まず私今回は、ちょっと珍しい飛行機を揃えてみました。はい。はい、親子になってますよね。親子、この下の部分と上の部分と、はい。はい、こんな風に飛行機って普通作らないですよね。そうですね、見たことないです。ないですよね。これドイツっていうところの飛行機がこういう風に作ったんですけど、大戦末期になるともうやっぱりだいぶ混乱してきまして、はい、これが下のやつが実は爆撃機なんですね。下が爆撃機で上がコントロールをする、人間が乗ってる飛行機でこのまま飛んでいくんですよ。そうなんですね、はい、実際にこの形で飛んでいくんです。飛んでいって、はい、攻撃をするのが下で、そうです。操縦するのが上っていうことですか？で上のものがここ下を切り離して飛行機ごと爆弾として使うというミステルという非常に変わったものを今回揃えてみました。飛行機ごとっていうと、これが一番わかりやすいですかね。ここがもう爆弾のスイッチになってて、でこれ自体がもう爆弾として使うんです。じゃあこの上で操縦するからその爆弾を落とすってなった場合はもう下が完全に切り離されるってことですか？大きの形してるけども下が爆弾なんです。爆弾なんです。実際にこういうふうに本当だ、外れるこのまま飛んできまして、でこれ爆弾としてこういうふうに折っていくんです。で自分は逃げてごめんなさい帰ってくっていうようなこういうのをドイツの方が考えて作ったっていうのがこのミッセルってやつになるんですけど、はい、なんかこういう歴史も私はちょっと詳しくなかったので、作るのが大変なんです。そうですよね。通常1個作れば飛行機として完成するんですけど、もう1個作ってもう実質2つで1つの作品ってことですもんね。2つで1つを作るっていうのが非常に大変な話で、なかなかこれも完成品が少ないっていうのが、はい、今回ちょっと揃えてみたっていうのを持ってきました。なるほど。いやもうねもう何かしらのすごい賞を取ったんだろうなっていうのはもうこれでわかるんですけどこれどういう大会なんですか？これは世界中のモデラーがこの IPMS というクラブに入ってまして、その中で日本の賞を取らさせていただいたものになります。じゃあもう1位ってことですね。すごいでもこれだけね緻密にこのエンジンが見えてるっていうのがやっぱり私の一番、得意というか大好きなところで、エンジンを作っているのは非常に楽しい、こういうふうに見せれるような工夫をするっていうのも、かっこよさみたいなのが分かるので。永井さんは、このエンジンを見せたいからジオラマをこのシチュエーションにしてる。わかる？エンジンを見せたい？エンジン見せたいからわざとこういう整備工場を選んでジオラマにしてる。そういうことか。プラモデルのこの部分に注目してほしい、だからそれを引き立てるための世界観を作り上げていると。そうですね。もうとんでもないこだわり。ありがとうございます。すごいですね。これも相当苦労されたんじゃないですか？そうですね。苦労というより楽しみですね。なるほど、失礼しました。もう楽しみでしょうがなくて、こういう作り方をするともうなんか部品の細かさに最初目がいったんですけど、塗装もここ焼けてるんだろうなとか分かる人には分かるから、より本物に忠実になるように作ってらっしゃる。感動。永井さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。先ほど中村さんのご紹介でですね、ぜひ渡辺さんの作品をということでやってきたんですが、渡辺さんですね。はい、よろしくお願いします。私は渡辺と申します。よろしくお願いします。お願いします。カメラをこっちへちょっとお願いします。これはRF8G というね、クルセイダーっていう基本は今から50年60年前の
アメリカの海軍の戦闘機なんですけど、それをですね写真偵察型にねこうカメラをたくさんつけて写真偵察に使うこういうところにねカメラ窓がついてるんですよね。本当だ、窓がある。はい、地上の方もはいはい、地上を映すための窓がついてます。だから胴体の前半分が写真偵察型にするためにカメラをたくさん積んでます。でここのところはね別のメーカーさんからレジンでキットを売ってます。でそれを僕は買いまして戦闘機型のキットの胴体真ん中から切って前半分は捨ててこれをすげ替えたんです。じゃあもともとは、この形ではなかったんですね。はい、違います。それでね普段人には見せないんですけど、今日は特別にお見せしますと嬉しい。これ翼がこう取れます。取れた。それでこれを裏返して、これが胴体なんですね。でさっきちょっとご紹介しましたけど、こういうところにカメラが入ってます。ここにもカメラが入ってます。でこれで前半分が偵察型ですから機関砲とかそういうやばいやつはここにはついていません。でこれはね真ん中からシュポンと取れた。今びっくりしたでしょ。びっくりしました。大丈夫ですか。よかった、びっくりしてもらって。でこれがね、レジンでできた偵察機に改造するキットを組み上げたものです。でここのね偵察用のカメラの詳細細かいのを作り込んでいます。ビデオテープ。多分これスチールカメラだと思います。でこんな感じで頑張って作りました。でねここねリベットって言って機体にはリベットがこう打ってあるんですけど、そのリベットをねこういう自分で作った道具でここでポン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 とこう打っていきますね。これは自分で穴を開けたという。そうなんです。キットにもね穴が開いてるんですけどダメな穴なんです。ダメな穴。はい。あんまり正確じゃないし、普通に穴が開いてるだけでダメなんです。これね32分の1のキットなんで、リベットはね丸なんです。穴じゃないんです。だから僕は穴を埋めて一回埋めてる。はい。ここのところねこれトスリベットって言ってここ触っていただくとね盛り上がってるの。ちょっとこう触ってみて。いいんですか。全然盛り上がってるでしょ。本当だ。これはねドクターリベットっていうねこの注射器みたいのを使いまして一つ一つねこうやってはこうやってつけるんです。つけてる。ね一個一個だよ。よっぽど暇な人間だと思うでしょ。いやもうこだわりが強い人間だなっていうのは本当に僕暇なんです。感じます。いや、しかもねそのこだわりの部分をちゃんと見てもらうために私気づいたんですよ。初めてこの置いてるところにミラーがあるってことは、これをわざわざ持ち上げなくてもこの反射したところから下が覗けるっていうことですよね。さすがです。やだー。さすが。下から見る飛行機ねかっこいいですね。めっちゃ細かくできてるんでしょ。本当によく見える。いやすごい。さ懐中電灯あるからね見せてあげる。ほらすごいでしょ。ほらすごい、ね、うわすごいでしょ。すごい。光が当たるとより細かいのがわかる。そうです。ほらすごいでしょこれ。すごい。やっちゃったって。これすごい。このパイプもね本当に細かいんですよ。人間技とは思えない。人間技じゃないです。人間技じゃないです。もう天才のなせる技ですね。多分僕天才だと思います。いやもう天才です。天才です。ありがとうございます。素晴らしいこだわりだ。